こんにちは、こんばんは。エマの日本語ポッドキャストへようこそ。皆さん今日も元気にお過ごしでしょうか？私は皆さんのおかげでとても元気に過ごしています。そして今日のポッドキャストでは旅行をテーマにお話ししていこうと思います。旅行って言っても海外旅行が好きな人、国内旅行が好きな人、他にも旅行先でのんびりするのが好きな人だったり、プランをしっかり練って美味しいものを食べに行ったり、観光地を回ったり、人によっていろんな楽しみ方があると思います。皆さんはどんな旅行が好きですか？私が好きな旅行は海外旅行、国内旅行、両方好きなんですけど、楽しみ方としてはあんまりプランを決めない、ノープランで、その時に合わせて好きな場所に行ったり、のんびりしたり、ゆったり過ごす、そういう過ごし方が好きなタイプです。なので、行きたいカフェとかレストランとか、前もって調べておくわけではなくて、このカフェかわいいなって思ったら入るとか、ここのレストラン美味しそうだなって思ったら入る。他にも外からお店の中を見て、かわいい雑貨とか、かわいいお土産とか、そういうのが売ってそうだったら入る。そんな感じで、のんびり、その時に合わせて動くことが好きなんです。なので、友達とか家族に、この前の旅行で何したのって聞かれた時に、なんか、かわいいカフェ行ったり、他にも途中で見つけた服屋さんに入ってお土産買ったとか言ったら、結構ね、観光地を回ってないっていうことにびっくりされることが多くて、国内旅行だったら何も言われないんですけど、やっぱり海外に行ったのに、なんで有名なところ行ってないのとか、世界遺産見に行ってないのとか、そんな風に聞かれることはすごく多いです。でも個人的に、そういう観光地を巡る、世界遺産を巡るっていうことも好きなんですけど、私にとっての旅行はリラックスする時間、日常から離れることができて、非日常を味わうためのもの。なので、プランを立てて動くっていうよりは、その時に合わせて好きなことをするっていうことの方が好きなんですね。で、そんな風にノープランで過ごしていると、結構たくさんのハプニングが起こるんです。で、ハプニングって人によって捉え方がそれぞれで、ちゃんとプランを立ててたら、ハプニングなんて起こらなかったのにって思う人もいれば、私みたいにハプニングは旅行の醍醐味だって思う人もいると思います。私は旅行に関しては、こういうハプニングとか、トラブルとかでさえも、後になって笑い話になれば、それでいいタイプなんですね。話のネタになるというか、お土産話が一個できたとか、人生の経験が一つ増えたとか、そんな風に考えるので、こういうハプニングが私にとって旅行の中ですごく大事なことなんです。で、今日の動画では今まで話してきた旅行のお話とはちょっと違って、旅行先で起こったハプニングについてお話ししたいと思います。私は国内旅行でも海外旅行でも旅行をするたびに何かが起こります。それがただただ笑える軽いハプニングの時もあれば、本当に命に関わるような大変なことだった時もあります。なので、今日の動画を通して私のハプニングを聞きながら皆さん楽しんでいってもらえたら嬉しいなと思います。では、早速お話ししていきますね。まず、国内旅行のお話からしていくんですけど、国内旅行っていうのは言葉の通り、その国の中での旅行ですね。皆さんが住んでいる国の中での旅行です。私は実は国内旅行をそんなにしたことがなくて、私の生徒さんの方が日本をよく知ってるっ
っていうことはよくあります。私が旅行として日本で行ったことがある場所は、東京、神奈川、広島、そして福井県、長野県、それぐらいなんですね。本当に片手で数えれるぐらいの場所しか行ってません。で、この中ですごく、思い出に残ってる場所があって、私は結構ね、小さい時から海が好きで、家族と一緒に毎年同じ海に行ってたんですね。穴場というか、人が少ないのに、海がめっちゃ綺麗な場所で、すごく広くて、ビーチバレーしたり、浮き輪でぷかぷか浮かんだり、そんな風に遊んでる人がいる場所なんですけど、そこに毎年行ってたんですね。で、ここで起こったことが2つあるんですけど、1つ目はまず、私は小さい頃から物を集めることが好きだったんです。なんか可愛いものとか、珍しいものとか、あんまり見たことがないものを集めるのが好きだったんですね。で、その旅行で、ビーチとかに行ったらみんな貝殻とか割と集めて帰りがちじゃないですか。可愛い綺麗な貝殻があったら家に持って帰って飾るっていう人もたくさんいると思うんですけど、私が見つけたのはなんかね、丸い物体だったんですね。丸い物体。本当に今でも何かわからないんですけど、恐竜の卵みたいな形をしたものだったんです。それがね、その海の近くで何個も何個も落ちてたんですね。で、それが私は結局何かわからないまま、でも気になる。なんか恐竜の卵の形に似てるし、私はね、恐竜が好きだから、その恐竜の卵っぽいっていうだけで、昔から自分の頭の中で作り話とかをするのが大好きだった私は、持って帰って育てたら、恐竜が生まれるんじゃないかって思ってたんですね。今思ったらなんてバカバカしい。私はそう信じて持って帰って飾ってたんですね。でもそんな感じで不思議なものを集めるっていうのがすごく好きなんです。小さい時から。で、この海で起こったことがもう一つあって、これが何かというと、溺れたんです。死にかけたの、そこで。何が起こったかというと、私はテトラポット、みんなわかるかな？テトラポット。大きい石みたいなのが海にあると思うんですけど、そこまで泳いだんですね。私は小さい頃から泳ぐことが大好きで、水泳をしてたので、泳げるでしょうって思って、そこまで行ったんです。で、そこまでは大丈夫だったんです。普通に泳げて、着いて、ちょっと休憩して戻ろうとしたんですね。で、そこまではお父さんとお兄ちゃんと一緒に泳いだんですけど、帰りだけ、私先戻るね、みたいな感じで、ビーチに向かって泳ぎ始めてたんですね。で、私はここで一つ忘れていたことがあったんです。私は泳げるけど体力がないんですね。そう。エネルギーがないんです。なので、私は能力的に泳ぐ方法っていうのは知ってて、ちゃんと泳ぐことはできるけど、体力というものがないんですよ。そう。あの、50メートル走とかでさえ走り終わった時には、もう息切れ、息ができないってぐらい、すぐに体力がなくなってしまう人だっていうことを忘れて戻ったんですね。でこれが溺れた原因で、あの、なんて言うんだろう、そのテトラポットからビーチまでの真ん中のあたりで体力がなくなったんです。急に手足が動かなくなって、あ、泳げないってなったんですね。で、人間ってやっぱり焦ったらパニックになるんですよ。パニックにならない方がいいというか、パニックにならなかったら人間は海水で、海の水で浮くことができるけど、パニックになったら浮かぶことってできないじゃないですか。なのに私はそれを忘れて、というかめっちゃ焦ったからパニックになってジタバタし始めたんですね。
犬かきってわかりますか？犬みたいに、手足を必死に動かして浮かぼうとしたんですね。で、そしたら、さらに体力はなくなって、どんどん沈んでいく。で、そしたら、そこで神様みたいな人が現れたんですよ。誰かわかりますか？知らないおじさん。そう、知らないおじさんが助けてくれたの。私がジタバタして、あ、やばいってなってる時に、私のお兄ちゃんとお父さんもそれに気づいて追いかけてきてくれたんですけど、やっぱりね、結構遠いテトラポットだったから、普通に間に合わなくて。で、それでもう、沈んでしまうって思ってた時に、知らないおじさんが来てくれて、もうね、めっちゃイケメンに見えました。その人の顔とか一切覚えてないんですよ。一切覚えてないけど、やっぱりあんな風に助けてくれる人ってめっちゃかっこよく見えるじゃないですか。もう本当に感謝してもしきれないですね。すごくいい思い出です。で、私の面白いところが、そんなにトラウマになりそうなこと、溺れて知らないおじさんに助けてもらうっていうくらいまで危ないことが起きたのに、全然トラウマにもならずに、今でも海が大好きなんですね。というかその溺れた10分後にはまた普通に泳いでたんです。なんて危ない人間だって感じなんですけど、でもそれでもそれぐらい海が好きで、いくら溺れてもまた泳ごうとしてました。そう。それがね、いい思い出。で、そのおじさんのおかげで、今も私はこうやって生きてます。それが、海で起こった、国内旅行の海で起こったハプニングです。で、次も国内旅行で起こったハプニングなんですけど、次は福井県の話。福井県に恐竜博物館っていうのがあるんですね。で、私は恐竜博物館が好きなので、そこに行きたいっていう理由だけで、去年かな去年の冬にお父さんとお母さんに連れて行ってもらったんです。で、それはすごくすごく楽しかったんですけど、で、その後にお父さんとお母さんは結構ね、神社のファンというか、神社巡り、お寺巡り、そういうのが好きだから、その有名な神社が近くにあったので、そこに行ったんですね。で、その時は冬ですごく寒い場所だったので、雪もたくさん降って、雪もすごく積もってたんです。私が住んでる奈良県では、見たこともないぐらい積もる場所だったんですね、雪が。で、そこで神社にね、お参りに行ったんですけど、で、そこでちょっと大変なことが起こりました。で、何かというと、その神社が結構山の奥だったんです。山奥にあった。なので階段をテク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 登って上まで行ってお参りしたんですね。で、さあ帰ろうっていう時に、なんだかカサカサ音がしたんです。で、この時っていうか今もなんですけど、日本では熊が今危ないんですね。結構ね、熊に襲われて亡くなってしまった人とかもいるぐらい大変なことになってて、日本では今熊が街に降りてきてしまったり、山から街に出てくる、そういう風にして大変なことになってるんですけど、そのタイミングでカサ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 聞こえたので、私たちは、これ、熊じゃないみたいなことになったんですね。半分怖い思いもしながら、半分は、いや言っても熊に遭遇なんてしないでしょうとか思ってたんですね。で、その音はすぐに消えたので、やっぱり熊じゃなかった、よかったって言って山を下ったんですけど、その下に案内所があったんですね。案内所っていうのは、近くのお店とか近くの神社とか、そういうのについて、お話ししてくれるというか、おすすめの場所とか、気をつけることとか、いろいろ教えてくれたり、お土産とか、御朱印帳っていうものを買えるような場所なんですね。で、皆さん今聞いてもわかる通り、案内状っていうのは、そういう神社に行く前に
行く場所なんですね。でも私たちが案内所を見つけたのは山を下った後だったんです。もうお参りした後。でもせっかくだし入っとこうって言って、お土産とか可愛いものもあるかもしれないし、そんな感じで入ったんですね。そしたらなんと皆さん、何が売られてたと思いますか？もちろん普通のお土産とかも売られてるんですけど、私たちがまず最初に目に入ったのが、熊よけの鈴。このあたりで熊が出たので気をつけてください。このあたりで熊が出たので、熊よけの鈴や熊よけのスプレー、そういうのを持ってお参りをしてくださいって書いてたんですね。もう私たちはもう固まりましたね。さっきの音を聞いた後にこのお知らせを見る。絶対に熊だった、あの音はって思ったんですね。絶対に神社に行く前にこの案内所に行っとくべきでした。なのでね、皆さん神社にお参りに行くとき、普通の神社は大丈夫なんですけど、そういう山に入るときとか、田舎に旅行に行くときとかは、念のため気をつけてください。そういう案内所は先に行った方がいいです。私たちは運が良くて熊に襲われなかったけど、多分あの音は本当に熊でした。もうね、人間熊に出会ってしまうと、ほとんどの確率で勝つことはできないので、勝つことよりも身を守る対策、そういうのをしてもらった方がいいんじゃないかなと思います。これが国内旅行で起こったハプニングでした。じゃあ次、海外旅行に行きますね。海外旅行は私は台湾、韓国、インドネシア、アメリカに行ったんですけど、全部楽しかったです。本当に楽しかった。でも、やっぱり楽しかったっていうことは、それほどハプニングもあったっていうことなんですね。まず、台湾からお話ししていくんですけど、台湾がね、ちょっと一番大変な思いをしたというか、本当に体がちょっと危なかったんですね。何が起こったかというと、これは完全に私の責任、気をつけなかった私が悪いんですけど、屋台でイカの丸焼きを食べたんですね。イカフライとかじゃなくて、イカの丸焼き、イカをそのまま焼いたものを食べて、見事にお腹を壊して、壊したとかのレベルじゃなくて、日本に帰ってきた日からお腹が痛くなったんですけど、本当に何もご飯が食べれない。ずーっと気持ち悪くて、お腹が痛くて、ベッドで寝たきりだったんですね。それぐらいちょっと大変な思いをしました。で、多分ね、このイカの丸焼きが原因なんですけど、もしかしたらこれだけじゃなくて、もう一つ心当たりがあるのが、食べ過ぎ。本当に食べ過ぎ。台湾の料理って美味しすぎて、ずーっと食べてたんですね。本当に。しかも結構台湾の料理はオイリーなものが多い。脂っこいものが多くて、私は日本では自分で料理をするときも、外でご飯を食べるときも、できるだけ油が入ってないものを選ぶので、体が油に慣れてなかったんですね。なので、毎日毎日3日間連続で大量の油を取ってしまったっていうのもあったかもしれないです。それで体調を崩してしまったっていうのか、さっき言ったイカの丸焼きで体調を崩した。このどっちかが理由だと思うんですけど、そんな感じのハプニングが起こりました。でもね、本当に美味しくてやめられなかったです。次、どこかに旅行に行くときは、海鮮系はあんまり食べないようにします。うん。とか言いながら、韓国でもインドネシアでも海鮮をたくさん食べたんですけど、その時は奇跡的に体調を崩しませんでした。じゃあ次は韓国についてお話しします。韓国はね、珍しくトラブルっていうトラブルが起こりませんでした。私はね、旅行をするときは、トラブルとかハプニングとか結構起こってしまうんですけど、韓国では本当に全く起こらなくて、
でも一つだけ、一番行きたいお店が休みだったんです。臨時休業。定休日。例えば、毎週水曜日お休みですよとかじゃなくて、たまたまこの日は休みですとか、この一週間お休みしますとか、そんな風に、臨時的に、一時的にお休みになること。これが臨時休業なんですけど、一番行きたかったジャージャー麺のお店がお休みだったんです。で、ここはね、私が珍しく行きたいレストランとして Google マップに登録して行った場所で、なのですごくショックでした。そう、行きたかった場所だったんですけど、なので次韓国に行った時は再チャレンジしようかなって思ってます。っていうか私、来月韓国に行くんですよ。友達と一緒に。でも、私も友達も結構マイペースなタイプで、あんまり行きたいお店とか、がっつりプランを組むタイプじゃないので、このお店にたどり着けるかはわからないんですけど、少なくとも一回はジャージャー麺を食べたいなって思ってます。韓国は日本からすごく近いので、行こうと思ったらいつでも行けるし、片道2万円くらいで2時間で行けるんですね。なので、めっちゃ安いし、めっちゃ早いし、いつでも行けるので、そこまで大きなハプニングでもなかったかなって思います。これが韓国のお話です。次がインドネシア。インドネシアはね、ちょっと大変でした。バリに行ったんですけど、まず初日からハプニングが起こったというか、インドネシアですらない場所でハプニングが起こったんですね。何かというと、私たちが乗るはずだった飛行機が欠航になったんです。キャンセルになりました。なので、急に私たちはもう空港にいたんですけど、空港で飛行機がキャンセルになって、あなたたちには違う便に乗ってもらうっていうお知らせが来たんですね。で、それを見て私と友達は、なんとか今日の飛行機に乗せてくれないかとカウンターで相談してたんですけど、やっぱりどう頑張っても無理だっていうことで、もう諦めて大阪で一泊しました。そう、インドネシアに行くはずだった日に、なぜか私たちは大阪にいて、大阪のホテルに泊まって、大阪の居酒屋でお酒を飲んで、ショッピングをしてました。で、その次の日にやっと飛行機に乗ることができたんですけど、ここでもちょっとね、大変で、飛行機に乗れたのはいいんですけど、私たちが使った便は、乗り継ぎ便マレーシアで一回降りて、マレーシアで飛行機を乗り換えないといけない、乗り継がないといけなかったので、一回マレーシアで降りたんですね。でも、その新しくもらったチケットが、深夜にマレーシアに着いて、次の日の早朝にバリだったんですね。っていうことは、この一泊、またマレーシアに泊まらないといけないことになったんです。あの、そう、空港でね、寝るかとか一瞬思ったんですけど、やっぱり次の日全力で楽しむためにも、ホテルでゆっくり休もうと思って、急遽ホテルを予約して、マレーシアで一泊しました。でも、このハプニングのおかげで、行くはずがなかったマレーシアにも入ることができて、パスポートのスタンプの場所にもマレーシア入国のスタンプがもらえたので、ラッキーだったかなとも思います。一瞬しかいてないけど、ご飯食べて、ホテルに泊まって、それだけでもうバリに行ったんですけど、そう。ハプニングがあったからこそ楽しめたことかなって思います。それがインドネシアでまず最初に起こったハプニング。でも、この後はハプニングみたいなのは全然起こらなくて、ただただ楽しかったです。バリはね、本当にいい場所で、私が今まで行った旅行の中で、バリが一番楽しめたかなって思います。なんでかというと、やっぱりバリはすごく物価が安いんですね、日本からすると。
なので、ショッピングするにしても、ご飯を食べるにしても、他にもホテルに泊まるにしても、何をしても安かったんですね。で、私たちが泊まったホテルが素晴らしすぎて、プライベートプールがついてて、天井にプロジェクターもついてて、で、プライベートの温泉もついてて、部屋もめっちゃ広くて、それで5000円だったんです。日本円の5000円。しかも、フローティングブレックファーストっていう、プールの上に朝ごはんを浮かべて食べるもの、そういうのもできて5000円だったんですね。日本で5000円でホテルを取ったら、何にもついてないビジネスホテルだけなんです。ご飯ももちろんないし、他にも、ルームサービスとかも全然ない。ただただ素泊まりのホテル。それが5000円で泊まれるのが日本なんですけど、インドネシアは全部ついてきて、まるでセレブみたいな過ごし方ができて5000円だったんですね。なので、やっぱりそれに感動しちゃって、本当に嬉しかったですね。私たちがいたのは3泊4日かな。インドネシアには3泊4日いたんですけど、夢のような毎日でした。で、他にもインドネシアでは楽しかったことがたくさんあったんですけど、一番楽しかったのは現地の人とお話できたこと。私が旅行で一番楽しみにしてることは、まあ、その場所に住んでる現地の人とお話ししたり、その人たちの生活を知ることなんですね。どんなものを食べて、どんな風に過ごしてるのかなとか、そういうことがすごく気になるんです。なので、現地の人とお話できたっていうのがすごく嬉しくて、私たちはタトゥーショップに行ったんですけど、そのタトゥーショップで出会ったタトゥーアーティストの人たちと他のお客さん、みんなでそのお店の前でお酒を飲んでご飯を食べてお話ししたりしたんですね。それがすっごく楽しくて、今まで旅行でそこまで誰かとお話ししたり遊んだりっていうことがなかったので、それが初めてで、インドネシアの人はすごくフレンドリーな人が多いので、そういうのもすごく楽しむことができました。なので、インドネシアは本当にハプニングもたくさんあったけど、すごく思い出に残ってます。他にも売ってるお土産とかファッションとか、あとご飯ももちろん美味しいし、お土産をたくさん買ったんですね。で、私たちはすっごく安い飛行機を取って行ったので、キャリーケースを持っていけなかったんです。キャリーケース NG で、たった一つの、リュック、バックパックで行ったんですね。普通に小さいキャリーケース、飛行機の中に一緒に持って入れる大きさのキャリーケースなら大丈夫なんですけど、私はその大きさ持ってないっていうのもあったし、他にもなんとなくバックパックの旅行にチャレンジしたいっていうのがあって、たった一つのバックパックでパリに行ったんですね。そのせいでお土産が全然買えなくて、買ったんですけど、めっちゃ詰め込んだんですね。もうぎゅうぎゅう詰め。本当にこんなに詰め込んで大丈夫っていうぐらい、買った服とか食べ物とかベルトとか全部詰め込んで持って帰りました。でも、台湾の時と同じで、また体調を崩したんですね。この時は食べ物のせいじゃなくて、めっちゃ重い荷物をずっと最終日背負ってたので、それが原因で疲れて熱が出ました。本当にね、体が弱すぎて嫌になるんですけど、でもそれもね、思い出の一つです。でももし次にパリに行くことがあれば、ちゃんとキャリーケースを持っていける飛行機のチケットを買おうと思います。本当にね、安いのを取ったので、どうしてもダメでした。で、次がアメリカですね。アメリカはね、めっちゃ楽しかったんですけど、大きなトラブルが起こって、トラブルではなかったんですけど、アメリカってやっぱり入国審査がすごく厳しいっていうので、日本で有名なんですね。
他の国の方がどうなのかわからないんですけど、日本人の女の人が一人でアメリカに行くってなると、やっぱり入国審査、その国に入る時のチェックが厳しいっていうのは私も聞いてて、それを知ってたので私はすっごく準備して行ったんですね。必要なものを全部印刷しました。あの、スマホが使えない可能性があるって書いてたので、帰りのチケットとか、泊まるホテルとか、あと銀行の口座とか、全部印刷していったんですね。で、そんな風にもう100%できることは全部してアメリカに向かったんですけど、やっぱり案の定、別の部屋に連れて行かれて、そうなんですよ。みんなね、カウンターで入国審査終わるって思いがちだと思うんですけど、終わらなくて、全然違う部屋に連れて行かれて、質問攻めされたんですね。なんで一人なのとか、何をしてお金を稼いでる、何の仕事をしてるのとか、他にもどこに泊まるのとか、なんならなんでここに泊まるのとかまで聞かれて、で、それも英語で聞かれてるから、やっぱり緊張しちゃって、うまく答えられない場所もあったんですね。なので、多分私これ日本に帰らないといけないやつだなって思ってたんです。でもそこで私はもうね、全部持ってきた紙を見せたんです。全部出しました。スマホが使えなかったので。で、もうこの日に日本に絶対に帰りますとか、これだけお金を持ってて、アメリカで働いたりすることはないっていうのとか、あと、ホテルはここに泊まりますとか、ちゃんと、なんて言うんだろう、そのホテルのホストの人たちとのやりとりもありますとか、全部印刷して、それを渡したら通れました。なんとか、入国審査が終わって、じゃあもう大丈夫、行っていいよ、楽しんでね、みたいな感じで、丸く収まって、アメリカに入ることができたんですけど、それがね、一番怖かったこと。めちゃくちゃ怖かったです。入国審査が怖かったっていうよりも、やっぱりアメリカに行くのに、約1日、丸1日かかってるんですね。十何時間、18時間ぐらいかな。乗り継ぎもあったので。なので、この後にまた帰らないといけないのかって思って、それが怖すぎて震えてました。本当に。でも無事に入ることができたので、ここからはこの入国審査のことは忘れて、楽しんできたんですけど、もうね、アメリカに入ってからはすっごく楽しかったです。ご飯も全部美味しいし、人もね、めっちゃ優しいの。みんなフレンドリーで、お店に行っても話しかけてくれたり、日本では起こらないようなことをたくさん見れました。公園で小さい子が走り回ってて、それをお父さんとかお母さんがコーヒーを飲みながら見てるとか、あんまり日本では起こらない光景、のんびり過ごしてるみたいなことが、なんて言うんだろう、毎日毎日見れて、すごく幸せに感じました。で、私が泊まってた場所がすごく小さい町だったっていうのもあると思うんですけど、自然も多いし、人も優しいし、みんながのんびりゆったり暮らしてるような雰囲気で、私自身も旅行を焦らずにできたというか、本当にそこに住んでるように、生活してるように過ごすことができたので、それがすごく嬉しかったなって思います。で、これがね、やっぱり私が小さい町が好きな理由、都会とか観光地に行くよりも小さい町でリラックスする、のんびり過ごして現地の人と話して、ローカルの映画館とかレストランに行って、一秒一秒を楽しむ、一瞬一瞬を楽しむ、それが私の旅行の楽しみ方なので、
それにぴったり合った過ごし方ができて、すごく嬉しかったです。まあこんな感じで、どの国に行っても、どの場所に行ってもトラブルが起こってしまう私なんですけど、でもこういうトラブルとかハプニング、予想できないことが起こるからこそ、面白かったり楽しかったり思い出になったり、すごくいい経験になると思うので、私はこれからもいろんな国に旅行したいなって思ってます。で、まだね、完全に一人旅っていうのはしたことがないので、それをね、してみたい。オーストラリアは一人で行ったけど、旅行っていうよりも留学だったので、まあ旅行としていつか一人で行ってみたいですね。もし皆さん、私が一人で行っても大丈夫そうな場所で楽しめるおすすめな国があったら、ぜひコメント欄で教えてください。そして今日私が話したようなハプニングとかトラブルとか、皆さんに起こった中でも楽しいことがあったら、ぜひコメント欄でシェアしてくれたら嬉しいなと思います。では今日はこんな感じで私の旅行についてお話ししてみました。いかがでしたか？今日も楽しんでいただけていたらすごく嬉しいです。では皆さん今日もここまで見てくれて本当にありがとうございました。今日の動画もいいなと思ってくれた方は高評価、コメント、そしてチャンネル登録もお待ちしております。では皆さんまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。今日もいい一日をお過ごしください。じゃあね。